こんにちは、ひろじいです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。私は今、熊本地震で崩れ落ちた、元の阿蘇大橋の橋詰に設けられた、津軽崩れの石踏展望所にいます。旅館のチェックイン予定の17時まではまだ間があるので、崩れ落ちたままになっている阿蘇大橋の残骸や、河川の復旧状態を見ながら、津軽ヶ滝に行ってみます。2016年熊本地震から5年半が経ち、道路や河川の復旧も完了し、2021年10月より再び展望所より、滝を望むことができるようになったそうです。津軽ヶ滝は、日本の滝100選の一つで、落差は60メートルあるとのことです。それでは宿に向かいましょう。ひろじいの気まま旅。今回は、南阿蘇村白水温泉の竹の倉山荘での宿泊模様をお伝えします。宿の駐車場に到着しました。こちらの竹の倉山荘は、本館、別館、阿蘇語学館の3棟があり、私の宿泊する別館は、本館フロントでチェックインします。宿泊者名簿に記帳し、鍵を預かり、連絡通路から別館に向かいます。この階段からも、大浴場や、食事処、フロントに行けます。今夜の部屋、野菊です。お世話になります。玄関を入ると広めの廊下になっています。洗面化粧台脇に、冷蔵庫と湯沸かしポット、食器入れ。ごく普通に、冷蔵庫には何も入っていません。アメニティとして洗顔フォームや、泡石鹸など。こちらは、歯磨きセットとペーパータオル。トイレもゆったり広めに作られています。それでは部屋に入ります。8畳に広縁がついています。床脇に、テレビ台専用スペースがあり、床の間の小瓶には、花が飾られています。広縁には、テーブルと遠椅子。窓の外には、阿蘇外輪山の山並みが広がります。広縁から続く脱衣場を通って、露天風呂の方へ行ってみます。石張りの浴槽で、部屋付きの風呂としては、広い方だと思います。雲一つない青空。今夜は、湯に浸かりながら星空が眺められそうです。ところで、浴槽の底にある四角いものは何でしょう。ジャグジーの装置のようで、このスイッチを入れると、気泡が出るようです。湯面が熱くなっていることがあるとの注意書きがありましたが、今日はそれほどではないようです。浴槽から比べると、洗い場は広くありませんが、同時に洗うことなどないので、十分ですね。
脱衣かごではなく、棚になっています。バスタオルがここにあるのは、一人宿泊だからでしょうか。部屋に戻ります。洋服入れを見てみましょう。ここには、斑点が入っています。浴衣は、大中2組入っていて、選べるようになってました。サイズ違いで変えてもらう必要がなくて良いですね。夕食は、18時半になっています。まだ時間があるので、一休み。そして、お風呂に入って、野焼きのすすを流しましょう。使い方は違うけど、ジャグジーで湯を攪拌しました。泉質は、ナトリウム炭酸水素塩泉。体がよく温まります。それでは、温泉を楽しみます。肩まですっぽり湯に浸かれる深さは、私には理想的です。よく見ると、湯の中に黒いものが漂っています。手ですくうと、それはススキの燃えかすでした。阿蘇周辺の露天湯では、この季節の風物詩でしょうね。そろそろ夕食の時間です。連絡通路の階段を上って、本館の食事処へ行きます。こちらの宿の夕食は、懐石コースと焼肉コースの2種類。どちらかを選択することができ、予約の際にどちらにするか選択します。懐石コースは、ヤマメの塩焼きや、鍋物、刺身、天ぷらなど。焼肉コースは、赤鶏、牛肉の他に馬刺しもついているようです。ここでスリッパを脱いで、靴下だけで行くようですね。入り口を入ると、竹の倉山荘の自家製米や、洗顔フォームなどを販売するコーナーがあり、フロントの前を通り過ぎた先に、食事処、竹の倉があります。食卓は、掘りごたつ式になっていて、前菜は、ゆでエビやタケノコとさに、タコの酢の物など5品盛り、小鉢は、もずく酢とオクラとろろの2品、お作りは、マグロ、タイ、ブリの3種盛り。席に着くと、釜飯、和牛すき焼きに火を入れてくれました。ウーロン茶も届きました。いただきます。まずはタケノコとサニ。このマグロは赤身が強くないので、みんながでしょうか。ヤマメの塩焼きと茶碗蒸しが届きました。寒ブリ。ブリは今の時期が一番美味しいですよね。ヤマメにレモンを絞ります。頭から丸かぶり。肝心な頭からのかぶりつきを取り忘れました。湯葉の炊き合わせが届きました。3色の彩りが良いですね。すき焼きもできています。溶き卵でいただきます。甘辛い味付けと溶き卵、最高に相性が良いですね。茶碗蒸しをいただきます。濃い味付けの後に、お出汁が効いた優しい味。和食って本当に調和が良いですね。
天ぷら盛り合わせが届きました。抹茶塩がついています。先に湯葉の炊き合わせをいただきます。天ぷらは野菜から食べるのがじいじ流。すき焼きの残りと天ぷらをおかずに釜飯をいただきます。こちらで使用されているお米は自家精米のコシヒカリだそうです。釜飯を茶碗に盛っているのを見て、漬物と赤だしを持ってきてくれました。こちらの宿のスタッフさんは常に周りに目を向けておられるのでしょうね。とにかく配膳のタイミングが絶妙で、食事のスピードに合わせてちょうど良い間合いで運ばれてきます。デザートと一緒にお夜食にとおにぎりをいただきました。ごちそうさまです。大変美味しかったです。食事帰りに大浴場の様子を見てみようと思いましたが、先客がおりましたので、撮影は明日の朝にしようと思います。部屋に戻ると、布団が敷かれていました。テレビを見てゆっくり過ごしました。寝る前に一風呂浴びようと思います。暗闇の中に道路を走る車の明かりと自動販売機の明かりが際立ってます。星のきらめきもとても明るく見えます。スマホでもこれだけ映ります。すごいですね。おやすみなさい。おはようございます。ただいま6時30分過ぎ。ここは南阿蘇パノラマライン展望所です。宿から車で15分くらいのところにあります。今朝の散歩はここを出発して1時間ほど観光スポットを巡ります。最初にここに来たのは、もしかしたら雲海が見えるかもしれないという希望からです。雲海出現予報 50% だったので、確率的には無理でしたね。それでは次に向かいます。白川水源の駐車場にやってきました。もう少し近い駐車場もあるのですが、散歩ですから、ここから歩いて向かいます。物産館の前まで来ました。水源の守り神を祀った吉見神社の鳥居をくぐり、参道を水源に向かって歩きます。この時間、当然お店は開いてませんが、歩く人の姿もありません。静寂の中を歩いていると、ここが著名な観光地であることを忘れてしまいそうです。山門のようなものがあります。流れる水音も聞こえてきました。協力金と称する料金箱があります。100円投入します。料金所を過ぎると、右手に水源の水汲み場があります。とてもきれいな水が上流から流れ出ています。このロートやひしゃくで水を汲んで、ペットボトルや水タンクで持ち帰ることができます。そのまま飲んで美味しいはもちろんですが、お米を炊いたり、コーヒーや水割りとしても、とても美味しいと思います。
水の湧水口はこの上流にあるので、行ってみます。二の鳥居をくぐって、吉見神社の境内に入ります。一礼して先に進みます。湧水口は、右手にあります。ここが、肥後の国を潤す、白河水系の源となる場所です。地中から湧き上がっているのが見えます。毎分60トンもの水が湧いているそうです。泉に架かる橋があります。ここから見ると、湧き出た水は、二手に分かれて流れているのがわかります。吉見神社にお参りしましょう。この神社には、水神である国立大明神と、吉見の神である水亀の神が祀られています。神殿脇に、神輿保管庫があり、2台の神輿が、大切に保管されていました。白川に架かる赤い橋を渡って、対岸に行きます。湧き水はここに流れ込んでいます。橋の先の階段を上ります。上はちょっとした広場になっていて、境内の様子がよく見えます。先へ進むと、喫茶店がありました。もちろんこんな早い時間、営業はしていません。一段下の広場にもあります。ここで初めて、人に出会いました。犬の散歩中の人でした。別の階段を降りて、参道に戻ります。広場に足湯のようなものがあります。かわいい橋を渡ります。橋の中ほどから白川を覗くと、噴水のようなものがあります。これは何でしょう。橋を渡り、水汲み場前に戻りました。それでは駐車場に戻りましょう。先ほどの噴水場のものです。水汲み場につながっていて、ここで湧き出ているように見えるのですね。参道脇の白川の流れを見ながら、白川水源とは、お別れです。次の場所に向かいます。車で5分、次の場所の駐車場に来ました。駐車場に入るとすぐに鳥居が目に入ります。今から行く場所は、この神社の境内にある湧水地で、明神池と言います。周辺一帯が、この池を中心にして、明神池名水公園として整備されています。公園内には、鬼官兵衛記念館なるものがあり、石碑も建てられています。鬼官兵衛とは、会津藩士で佐川官兵衛というのだそうですが、立ち筋が鋭く、薩長の藩士に恐れられていたので、その名がついたそうです。西南戦争の際、この地で薩摩と戦いますが、
官軍の兵士たちが暴れないよう統制し、地元に迷惑がかからないよう配慮したため、地元から尊敬されているのだそうです。この池にも、水汲み用の柄杓やロートが置かれています。湧き出す水は、毎分2トンくらいだそうで、池のあちこちから湧き出しているようです。この水は、誕生水とも称され、飲むと子宝に恵まれたり、安産になると伝えられているようです。湧き出した水の流れゆく先には、大きな池があり、そこには、透き通った水の中で泳ぐ、錦鯉の姿も見ることができます。流れ落ちる水の波紋で、そこに水があることがわかるくらい、澄んだ水の中で泳ぐ鯉たちは、幸せですね。この澄んだ池にも、悲しい男女の河童伝説が残されているようです。話せば長くなるので、気になる方は、ネットで調べてみてね。鏡のように澄んだ湖面に映る木々や空、まるで水がないように思えます。そろそろ朝食の時間になります。宿に戻りましょう。昨夜と同じ食卓でいただきます。ほうれん草のスムージーです。美味しかったですね。食卓に着くとすぐに、おひつに入ったご飯と、温かい味噌汁が配られます。温玉で、卵かけご飯、これもまたよし。熱々の湯豆腐、温泉水で煮ています。朝から食欲は旺盛で、完食です。食後のコーヒーをいただいて、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。部屋に帰る前に、昨夜寄れなかった共同湯を見てみます。昼間は立ち寄り湯を営まれているので、とても広い脱衣場です。貴重品ロッカーもあります。内湯を見てみます。入ってすぐに水風呂があり、その隣がサウナになっています。朝は、サウナは利用できません。洗い場は、サウナ前に3カ所、その裏側にも同じようにあります。かけ湯の前を通り、大浴槽へ向かいます。岩風呂風の石張り大浴槽です。立派なサウナ付き大浴場で、昼間は立ち寄り客で、賑わいそうですね。内風呂から露天湯へ出ます。露天湯も石造りで、広々しています。3つ並んだ枕のようなものは何でしょう。奥へ進んでみます。奥には広々とした空間があり、そこから眺める田園風景と、外輪山の山並みが織りなす景色は、心をほっとさせてくれる景色です。残念ですが、この露天湯も朝は利用できません。縦書きに注意書きがあり、浴槽の奥は深くなっているようですね。この枕のようなものは、寝湯なのかもしれませんね。ありがとうございました。旅立ちの時が近づいています。部屋に戻り、旅の支度を整えます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次回は、野焼きの終わった草千里や、米塚などを巡り、復興作業中の阿蘇神社や阿蘇市内を観光し、名物グルメ、赤牛丼も味わってみたいと思います。
それではまた、次回の動画でお会いしましょう。お元気で、さようなら。